皆さん、こんにちは、こんばんは。ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1966年にマルサンが発売して、同じ型で継続販売したブルマークのウルトラマンスタンダードサイズのソフビと、それに関連する紹介動画です。ウルトラマンは、1966年1月2日から放送された、ウルトラ Q の大ヒットで、急遽7月からの放送に、カラー番組として制作された、特撮番組です。怪獣を倒す巨大な宇宙人のヒーローを登場させるという、全く新しい内容だったこともあって、そんな心配はないのですけども、当時は、大ヒット地優のウルトラ Q にあやかり、ウルトラ Q シリーズの中の、ウルトラマンとして放送されたために、オープニングタイトルは、カラーのウルトラ Q の文字の回転から始まり、ウルトラマンのタイトルが出てくる形としたために、今も、オープニングに、ウルトラ Q のカラーの回転文字が残されています。ですが、そんな心配は、全く関係ないほどに、ウルトラ Q を超える大ヒット番組になり、日本中に、さらに大きな怪獣ブームを巻き起こして、今でも、誰もが知るヒーローになったのが、ウルトラマンです。ウルトラマン、360度回転、ウルトラマン、13の矢とは、ウルトラマン、スペシウム光線発射、ウルトラマン前のテレビのヒーローといえば、1958年から放送された、月光仮面や、1959年の、七色仮面、1960年の海底人はやぶさ、ナショナルキッドなどがありましたけども、他はヒーローが主役というものは少なく、白黒で特撮と言えるカットは少ない番組がほとんどでしたので、メインキャラクターで巨大なヒーローがカラー作品で活躍するウルトラマンは全く新しい圧倒的な存在でした。ウルトラマンはM78 星雲、光の国出身の宇宙警備隊員で、宇宙怪獣ベムラーを追跡地遊に、科学特捜隊のハヤタ隊員の飛行機と衝突してしまったために、自分の命を共有して一心同体となり、地球の平和を守るために戦ったヒーローです。身長は40メートル、体重3万5000トン、飛行速度はマッハ5で、年齢は2万歳、2万58歳です。マルサン商店は、ウルトラ Q の大ヒットから、子供向けの怪獣ソフトビニール人形を発売し、ソフビもヒットしますけども、ウルトラ Q の怪獣ソフビは、白黒作品だったことからも、子供玩具として、様々な色に、吹き付け塗装をして販売し、目や角などの一部は、筆塗りで塗装を行っていました。ですが、ウルトラマンは、カラー作品であり、主人公のウルトラマンは、怪獣とは異なり、はっきりした体のカラー区分を持っているために、マスク塗装をすることになります。そのマスク型などができる前に、ウルトラマンは落書きシリーズとして、赤、青、黄色の3色のカラーとセットで、500円で、グレーの未塗装成型色ソフビを販売しています。その後の塗装販売のウルトラマンも、ボディはそれなりにうまくいっていますが、腕や足は個体では筆塗りとしか思えないものも確認されています。手足はマスクの密着が今の精度と比べるとかなり甘く、当時の子供には逆にオリジナルの懐かしいポイントになっています。ウルトラマンは当時宇宙からやってきた空を飛ぶヒーロー、スーパーマンを設定的にはモチーフにしているので、2話ではスーパーマンのように目から光線を出したり、3話では胸を張り、敵の攻撃を受け付けない防射などが見られます。ソフビのポーズも、その後のポピーやバンダイには見られない独特の腕の形状で、スーパーマンでもご馴染みの腰に手を当てたポーズで、ウルトラマンスーツを作るひな形のポーズも同じポーズです。また、当初はデザイナーの成田さんは、ウルトラマンの色もスーパーマンと同じブルーを想定していました。NG デザインには青い模様のヒーローが描かれていますけども、カラーの特撮番組なので、ブルーバック合成を使うことから、青ではない色に変更されています。また、参考した腕の形状から、腕の赤模様が間違ったままなのも、マルサンブルマークのウルトラマンの腕の特徴で、本来は、肘から手首方向にも、尖った赤い部分があります。ウルトラマンは、スーパーマンのように空を飛びますが、マントは採用せずに、マッハ5で飛行する超人を表現するため、13の矢印をモチーフにしたデザインが、全身の模様に見られます。ウルトラマンのソフビは、おそらくひな形や、撮影会時の写真を元にしているので、腕の模様が異なり、肘から手首にあるパターンがありません。これも、当時の商品化に、まだキャラクターの3面写真を
しっかり撮影するような習慣がなく、ウルトラマンの途中から、怪獣や宇宙人の三面写真を撮影して、おもちゃメーカーなどに提供されるようになります。マルサン商店が初めて発売したウルトラマンのソフビはファンには有名ですが、耳の形状が番組のウルトラマンに見られる耳の形状とは異なります。これも腕を腰に当てた写真の耳のシワをラインと解釈したようで、その後、マルサンは頭部パーツを変更して耳の形状を回収していますので、ウルマークにはこの初代ウルトラマンのソフビはありません。ウルトラマンのスタンダードソフトビニールは当時爆発的に売れて70年代前半まで売られましたが、腰に手を当てたポーズはチョップのようにはなんとか見えますが、光線のポーズができませんでしたので、CG でスペシウム光線を再現してみましたのでご覧ください。ウルトラマンは平均視聴率 36.8%、最高視聴率 42.8% を記録した大ヒット番組で、日本中に驚異の怪獣ブームを巻き起こします。マルサン商店が販売した怪獣ソフビは月産200万個を記録し、ウルトラマンだけで3ヶ月で3000万個が売れた大人気玩具でした。ウルトラマンは子供のプールやお風呂、公園の砂場など、あらゆるところで遊ばれ、名前を書かれたり、腕や足が取れたりと、当時の子供が遊び倒した玩具でした。ブリキのおもちゃのように投げても壊れず、怪我もしないことから、多くの子供たちのおもちや箱にいた小さなヒーローで、これまでのおもちゃとしては異例の存在で、当時としては得意なヒーロー玩具でした。そんな大人気だったウルトラマンのスタンダードソフトビニール人形の動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では、今回はこの辺で、またね、HBR9 でした。バイバイ。